皆様、はじめまして。ライブ 2D モデラーのテトアイルと申します。本動画ではライブ 2D を制作するにあたって知っておきたい知識、口の作り方についてご紹介します。口はライブ 2D において顔を構成する重要な要素であり、変化が大きく個性を表現しやすいパーツです。ぜひご参考になれば幸いです。上記はライブ 2D スタジオ内で撮影したフル HD 画質のスクリーンショットです。一見左右同じ口の形に見えますが、より拡大してみると右の線画が歪んでるように見えます。ライブ 2D ではアートメッシュが大きく変形するとこのように見た目が美しくなりません。これを防ぐためにはパーツの分け方や初期形状が大切です。まずは口のパーツ分けから解説いたします。唇の線画は少し太めに描いておき、それを口内を覆う肌パーツの下に置きましょう。細いパーツを小さくしようとすると表示が崩れやすくなるので、大きめに作っておくことで軽減しましょう。変形途中などで唇の端から口内が見えてしまうことがあるので、端用の肌パーツを作っておくか、舌と口内でパーツ分けがされていれば口の形状に合わせて口内を変形させることでも防げます。開け口から小さく変形しようとすると線が崩れやすくなるので、怒り口や栗みたいな口を表現したい場合は初期形状は閉じ口もしくは直線を推奨します。続いてはアートメッシュの割り方についてです。綺麗な曲線を表現するために唇の線画はメッシュ編集ツール内にあるストロークによるメッシュ割りを利用しましょう。メッシュを細かくかつ均等に打ちたいパーツに効果的です。ストローク上をクリックすると制御点が増やせるので、曲線でも綺麗なメッシュ割りが可能になります。メッシュの点を増やすほど作業量が増えるので注意しましょう。変形する前にグルーを設定しておきましょう。線画のメッシュをコントロール C でコピー。コントロール V で肌パーツに貼り付けをして同じ形状にします。両パーツをコントロールで選択した状態でメッシュ編集ツールを開き、結合したいメッシュを選択。グルーのバインドを実行します。このままでは片方を動かしてももう一方に 50% の動きが引っ張られ、うまく動かすことができません。そこでグルーツールを使って重みの比率を変更します。線画を選択し、パレット上にあるグルーのタグをクリックします。ツール詳細が開くので重みを 100% に設定しておきます。動かしたい方のメッシュの色が赤であればグルーの重み A、 黄色であればグルーの重み B を選択してからパレット上のメッシュをなぞることで重みの比率が変えられます。さらに形が崩れないようグルーの吸着で同じようになぞります。メッシュ全体が目的の色になっていれば完了です。肌パーツ側は全く動かなくなり、口の変形作業がやりやすくなります。次に母音をパラメータの変形で表現する方法です。口の開き方やトラッキングソフト、カメラによって最適なパラメータが異なることがあるので、事前に調べておくことを推奨します。ペイントソフトで口の開閉、変形の組み合わせを模した格子と点を作成。パラメータと同様の動きになるように設定し、出力、実際の口を動かした時に
点が示す位置を調べておくことで、変形をどの値に設定すればよいのかの指標にすることができます。最後に口の変形に取り掛かります。なるべくアートメッシュを左右対称にしたい場合は、事前にガイド線を作っておき、それに合わせて変形させましょう。しかし、同じアートメッシュ内で左右対称の変形を手動で行うのは、かなり根気のいる作業になってしまいます。そこで、前回の動画で解説した反転技術を応用し、口を左右にパーツで構成することで対称の変形が容易になります。片側の動きが作れたら、コピーしたものを軸に対して反転、シフトコントロール C でキーの形状をコピー、シフトコントロール V で貼り付け、このように中央を軸としたアートメッシュでも左右対称の変形ができるようになります。以上が口の作り方における注意点でした。この動画がいいと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、さようなら。